2021年8月16日から31日までの獅子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。8月16日から31日までの獅子座さんのリーディングを行います。まずはお誕生日おめでとうございます。こちらにフール0番の愚者のカードが2枚も出ております。前々回からこの獅子座さんのお誕生日シーズン1ヶ月ぐらいにかけて終わって始まるというとても強いエネルギーが働いていて、そのエネルギーの波に乗って終わらせるべきものを終わらせて始めるべきものを始めている方いらっしゃると思うんですが、この時その始まりを後押しするようなさらに新しい出来事があなたの人生をより良い方向に導いていく。この新しさというのは2枚も出ているので、1つ目は新しい生活だと思うんですけれども、この1ヶ月ぐらいかけて何かを始めたっていうことが、どんな些細なことであっても、あなたの生活にとても良い影響を与えている。そしてお仕事で言うと、まるっきり新しいお仕事の分野に飛び込んでいる方もいれば、転職をしている方もいれば、会社は変わっていないんだけれども、全く経験のない新しいプロジェクトの担当になっているとか、そういったあらゆる新しさがあなたの刺激になって、そしてあなたの個性や能力を引き出していく。そして趣味やお仕事でクリエイティブなことをされている方いらっしゃいましたら、この時期から流れが変わると思います。あなたのユニークなセンスが脚光を浴びていく。こういうあなたのユニークなセンスが発揮できる時ですので、今まで以上に自由に型にはまらず、自分が思ったこと、好きなことを表現してみてください。必ずそれを見てくれる人がいるっていうのもあるんですけれども、それ以上にあなた自身の心が喜ぶ。ワクワクしながら何かを生み出すことによって、こちらにカップのページも出てますけれども、そのワクワクするっていう気持ちや、この時あなたが生み出していくもの、そのものがあなたを育てていく。そのあなたを評価してくれる人もあなたを育ててくれるんですが、それ以上に自分で自分を育てることができる。ですので、この新生活をきっかけに何かクリエイティブなことを始めるっていうのもとてもおすすめだと思います。それで、このクリエイティブなことを始めていくっていうのもそうなんですけれども、そういう何か新しいことを始めていく。特にこの期間からいろんな新しいことが始まっていくと思うので、それはお仕事や趣味に関わらず、特に人間関係、そのお仕事や趣味に関わるような人たちもそうなんですが、新しい生活が始まったことによって、とても良い人間関係が広がっていく。ですので、その方たちとの時間、そして新しく始めたことをする時間もそうですし、とても忙しくなっていくと思うんですが、このフールのカードを見ていただいてわかる通り、
この新しさというのは、自由気ままにとりあえず始めてみようっていうエネルギーで、それは間違っていなくって、そういう気持ちで始めるからこそ、頭で考えないで自分らしさを活かせるとても良い始まりを迎えている。だけれど、先ほど申し上げたように、どんどんいろんなことが始まっていくと、時間が足りなくなってくるんですね。それで、こちらに車輪のカードも出てますけれども、無計画でそのまま進んでいくと、結構大変なことになりますよって言われてまして、おそらくそれぐらい始まっていくことも多いし、その始まること一つ一つの密度もとても濃くって、一つ一つに真剣に取り組みたいって思うようなことばっかり始まっていくと思うんですが、それを一つ一つ中途半端にならずに行っていくためにも、こちらに乙女座新月のカードが出ておりますが、毎日の時間割というか、計画を立てて生活してみてくださいって言われています。この時期、8月23日から乙女座シーズンに移行していきますけれども、おそらくそれぐらいから忙しくなってくる。なので、楽しいことが多すぎて、睡眠不足になって、睡眠時間を削って、そして体を壊してしまわないように、きちんと時間割を作って、規則正しい生活を送ってくださいって言われています。なので、今回おすすめだなと思ったのは、モーニングルーティンとかナイトルーティンを決める。この期間中だけでもいいですし、それがご自身のリズムに合うようでしたら、ずっと続けていただくっていうのもいいですし、季節によって変えるっていうのもいいですし、例えば、この新しく趣味を始める場合も、朝行うもの、夜行うもの、もしくは休日だけ行うもの、そういうふうに曜日とか時間帯を決めて行ってみると、あなたの才能や魅力を磨く趣味になっていく。そして、この乙女座新月のメッセージが、受け取るよりも与えましょうというメッセージが書かれてるんですけれども、これはこの時始まるのが、恋愛であっても、お仕事であっても、趣味であっても、そのどれかがあなたがもらうよりも与える側になる。例えば、とても高いスキルがあって、趣味の延長で続けていこうと思っていたのに、初心者の方に教える立場になるとか、それはお仕事でも、新しい職場なのに、その高いスキルを買われて、指導する立場になっていくとか、それもすること自体は、あなたの人生の経験の延長なんですが、あなたにとっては新しい経験。そういう意味でも、とてもあなたのためになる新しい経験が待っている。そして、この新しさというのは、先ほど人間関係が広がっていくって申し上げましたけれども、その中でも恋愛がものすごく良いと思います。特に7月ぐらいまでに終わらせたものが恋愛や結婚だった場合、この時あなたにとってとても良い恋愛が始まっていく。この20番のエネルギーアートのカードがまさにそれなんですけれども、愛という深いエネルギーで通じ合える人、そして、この始まりというのは今まで出会ってる人じゃないと思うんですね。あなたが新しい生活、新しい仕事、新しい趣味など、新しいことを始めたからこそ、その人に出会っていく。7月までに、それまでのパートナーの方とお別れしていた方の場合は、おそらくこの方に出会うために、その終わりが必要だったんじゃないかなって思います。ですので、この方に出会われた時に、7月までの終わりとこの8月の始まりは必然だったんだっていうことがわかると思います。それぐらいこの人だってわかるような出会いだと思うんですけれども、会ってお話をするのがとても楽しいって思えるような人、そしてその関係性に可能性を感じるような人、出会いがお仕事を通して出会ったとしても、趣味を通して出会ったとしても、お互い成長できるような、そういう豊かな関係性を育める方だと思います。そしてこの愛でつながるっていうのは、お仕事でも趣味でも、この時あなたがゼロから始めるようなことにつながってくるんですけれども、
この時始めることは、本能のまま進んでいる感じもするので、とてもあなた自身を表すんですね。例えばそれがお仕事であっても、そこにあなたの個性や才能が反映されている。例えば文章1枚を作るとか、企画1つを作るとか、そういったことでも、他の人が見て、これはあなたが作ったなっていうのがわかるぐらい、あなたが作り出すもの、あなたが関わるものに、あなたの個性が反映されていく。それで、このピーコックのカードが出てるんですけれども、こういうまっさらなところから始める時っていうのは、そして新しい人との出会いも増えてくると思いますし、そういうなんとかデビューのような環境にこの時なっていると思うんですけれども、この時変に着飾ってしまうと、それはプロフィールを着飾るっていうのもそうですし、自分に手を加えてしまうと、出会うべき人に出会えない。出会うべきお仕事に出会えない。出会うべき新しさに出会えない。なので、この時は意識して、ありのままの自分で新しさに飛び込んでいく。このフールには、ヘンリー・デビッド・ソローの言葉が書かれておりまして、直訳いたしますと、今現在に生きなさい。あらゆる波に飛び込み、瞬間瞬間に永遠を見出しなさい。という意味なんですが、今のあなたがこの新しさの波に飛び込んでいく。そしてあなたにぴったりの新しいお仕事や新しい人間関係、新しいあなたをより磨いていくようなとても良い趣味、お互い成長し合えるような新しい恋、そういうとても良い新しさを引き寄せていく。これだけ新しさっていうのを言われているっていうことは、それまでがおそらく7月ぐらいまでが束縛された人生を送っていた方がいるんじゃないかなって思ったんですけれども、その束縛から解放されて、あなたが個性や能力を発揮して、新しい人生を自由気ままに泳いでいる。もうあなたがこの新しさに飛び込む準備っていうのは十分できていると思いますので、勇気を持って自信を持って、この新しい波に次々と飛び込んでいただきたいなと思いました。それでは8月16日から31日までの獅子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。